はい、こんにちは。今日はね、光学式オーバーソウル100個やっていきたいと思います。で、ご存知ないお客さん向けに簡単に説明しておくと、シャーマンキングっていう作品に登場する主人公朝倉陽の武装の最終形態ですね。あとは作りながらお話ししていきましょう。まず鋭い方は今回のタイトルで予想できてると思うんだけど、白光は白鳥をモチーフにした武装になってて、全体的に白い見た目なので、白い部品として銀と軽量プラスチックを用意します。で、銀は600度まで熱すると鍛造して形を変えることができるので、これで羽になる部分の材料を用意します。で、今回は現在攻略中の要塞のうちビーム砲とノーマルドローンを倒すための装備としてこれを作ってるんだけど、銀は以前アクティブバインダーの回で紹介したようにビームを反射する特性があるので、対ビーム兵器としてはうってつけですね。って言ってもね、薄すぎると反射できないことがあるので、このくらいの厚みがあれば大丈夫かな。よし、銀はこんなもんでいいとして、土台となるフレームを作っていきます。光爆式ってのは体の背面から両腕あたりまでを覆うような形になるんだけど、有名なところで言うとカンコレとかの武装と同じような感じですね。ただ私が知る限り、人間にそんなゴテゴテした装備をつけるってのは多分ね、このシャーマンキングの作者さんがその前に書いてた仏ゾーンの千住アーマーが最初じゃないかな。光爆式って言葉も他で聞いたことがないから、多分シャーマンキングのオリジナルですね。ちなみに今作ってるのは合金とかでめちゃくちゃ重いし、とても人間が背負えるものじゃないんだけど、作中ではオーバーソウルって言って霊体を具現化させたものなので重さがないんでしょうね。で、以前から私の動画で光爆式武装ってシリーズで何個か武装を作ってるんだけど、あれらはこのシャーマンキングをモチーフにしたオリジナルです。重たい武装をドローンの浮力で装備するっていうコンセプトでやってたんだけど、しばらく前に実装されたホルスターのおかげで重たいものを持ち運べるようになったので、今回はドローンなしでの重武装の挑戦になってます。で、普段私は何かを作るときに具体的な何かをそのままモチーフにすることは少ないんだけど、それはなぜかというとうまく作れないからですとはいえ今回はかなりいい感じにできてるような気がする。羽の部分は物体スナップ機能をオフにすることでぴったりくっつけるんじゃなくって微妙にずらして羽っぽく表現していきます。左肩に羽がついてって右肩に盾がついてるようなデザインなんだけど、
どちらも実質盾として機能するような感じです。で、武装の右手に台剣がついていて、作中ではさらに左手に小剣を持ってるんだけど、これは構造上の都合で両方とも武装の一部として作っちゃいます。ちなみに武器としてつけてるのは前回作ったタングステンブレードです。これね、たまに元の画像を見ながらデザインを調整してるんだけど、エンブレムとか細かいものは再現が難しいので、それっぽく何かをくっつけておくとして、紫色の部品がこの世界にはないので、レンガの赤茶色で代用しましょうかね。レンガは粘度を600度まで上げると作ることができるので、これでそれっぽいアクセントになるかな。あとは羽とか飾り付けで軽量プラスチックを貼り付けます。軽量プラスチックは耐久度がほとんどないので、当たれば砕けるんだけど、ここは飾りとして割り切ります。よし、いい感じにまとまったんじゃないでしょうか。実際に装備してみると、悪くない感じですね。このでっかい剣の持ってるような宙に浮いてるような感じがイキリポイントですね。よし、まずは見た目はいい感じなので実際に戦ってみましょう。って言ってもね、前回のストライカーユニットと違って歩くスピードは普通なので、あの要塞までそこそこかかるんだよね。だからこそあの場所を占拠して作業場所にしたいんだけど、とりあえず要塞までカット。いざ。ビームは意外と当たりますね。ちょっと縦の角度の調整が必要なのと、隙間を塞いだ方がいいかも。あと剣は一応ドローンが狙えるくらいの高さまで上がるつもりだったんだけど、ちょうど坂が多いのもあって微妙に届かなかったりしますね。合金の柱は簡単に粉砕できるんだけど、地面に落ちたのを狙うのが難しいかな。課題点はいくつかあるんだけど、大きなポイントとしてはホルスターの位置。さっきは左右にくっつけてたんだけど、これを左側に寄せます。左右にホルスターをつけてるとこの動きしかできないんだけど、ホルスターを片側に寄せることでこんな動きができるようになります。これは理屈的には以前作ったザンバ刀と同じで、左右に重いものを吊るしてる状態です。ザンバ刀が直線構造になってたのを湾曲させる形になってるんだけど、基本的には重量物をテコの原理で動かしてる感じですね。とはいえさっきみたいに両側にホルスターをつけるよりも全体的なバランスが悪くなるので、扱いにはプレイヤースキルが必要になります。動かし方のコツとしては、大きく動かす必要がない左側は基本構えの姿勢で、右手を振り上げるときには左手を
下げるみたいな感じですね。ちょっと慣れが必要そうなんだけど、軽く動かしてみた感じだと悪くはないので、これでもっぺん行ってみましょう。ドローンは倒しやすくなりましたね。柱への攻撃もやりやすくなったんだけど、見た目通りのダイナミックな武器なので、でかいものにダメージを与えるのは得意な反面、小さいものを狙うのが苦手ですね。特に地面に落ちたビーム砲台への対策がもうちょい必要かな。真面目に戦い方を考えると、防御力も攻撃力も高いこいつって柱とスポナーを破壊して、あとは取り回しのいい小型の武器で後始末をするって戦い方がベストかな。で、ホルスターを片側に寄せたことって全体の扱いは難しくなったんだけど、武器は振り幅が大きくなったし、左肩が体に密着しやすくなったので、総合点としては結構いい武器になりましたね。まあ途中何回かやられてたりするんだけどまあなんとか目標にしてた区画のビーム砲を一通り破壊することができました。ということで、ちゃんと目標通り手前側の区画を制圧できたんだけど、これなんで最後あたりの映像がないのかというと、実はこれ真面目に戦った時の映像が撮れてなくてさっきからの映像はわざわざ撮り直した2テイク目で途中まで戦ったんだけど、まあこの武装がどんな動きをするかってのは十分伝わったんじゃないかな。で、同じことをもっぺん繰り返すくらいだったらちょっと仕切り直して白光の出番を増やした方がいいと思って、その辺にはまだ風力発電機とドローン基地が残ってるので、この辺を拠点にするには邪魔なんだよね。なので本当はもうちょい後回しにする予定だったんだけど、先にあいつらをなんとかしましょうかね。ということで、次回は拠点整備やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。